回のテーマは廃線読売ランドモノレールについて。画像に映っているのは読売ランド京友病院。かつてここにモノレールの読売ランド駅が存在したのをご存知でしょうか。読売ランドモノレールは1978年に廃止となりましたが、その後2000年代後半までいくつかのモノレール以降はランド内に残されたままとなりました。2007年頃の最後の遺構として残っていたモノレールのアーチ橋も解体し、現在では跡形もなくなっています。今回の動画はこの読売ランドモノレールの廃線跡についてルートの紹介と散策の結果得られた数少ないモノレールの遺構について紹介していきたいと思います。完全体こそ残っていないものの、ルートを把握できさえすれば痕跡を見ることができる箇所も残っていて、画像のようにいくつかの支柱跡も残っていたりします。一部進入できない区間を除外し、今回同ルートを散策してきました。動画の構成ですが、前半は Google Earth 上でざっくりとしたモノレールのルートを紹介、後半では現地の動画を挟みながら読売ランドモノレールにまつわる話をしていきたいと思います。当モノレールに関するご意見はコメント欄へお願いします。よろしければ最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは行ってみましょう。読売ランドモノレールについて、まずは簡易的なルートの紹介からスタート。こちらが読売ランドの正門付近の現在の様子。ここから北北西方向に進んだ位置に現在読売ランド京友病院が位置しています。この京友病院の立っている位置こそ、かつての読売ランドモノレールのメイン駅だった読売ランド駅跡地。当駅を出たモノレールルートはここから反時計回りに環状運転を行っていました。先ほどの正門前を抜け、次駅となるのは駐車場駅。読売ランド駐車場の隅に設けられた駅で、音楽堂駅やスキー場駅、読売ランド駅まで行く乗客をここで乗せていました。この後ルートは現在のゴルフ場、サッカーグラウンド脇を抜け、音楽堂駅に至ります。音楽堂駅の先には読売ランドモノレールでは唯一となる分岐器が設置されていて、駅のそばに配置されていた車庫へはここから入庫していました。この先には草が生い茂り、詳細に確認することこそできないものの、車庫線と本線の入れ替え信号機が今も遺構として残っています。この後読売ランドモノレールは切り戸区間を介し、ルート最大の特徴ともいえる2つの橋梁を通過します。1つ目が第1橋梁、2つ目が連続して通過する第2橋梁です。第2橋梁はジャイアンツ球場の真裏を通っており、撤去されるまではバックスクリーンと同色の緑色に塗装されていた時期もありました。モノレールルートはこの球場周りをぐるっと一周し、スキー場駅跡地へ。ここからルートは下り坂に転じ、スタート位置となる読売ランド駅に戻ってくるというルートとなっています。以上、一周延長 3.4km、駅数4駅として読売ランドモノレールは運行されていました。それでは詳しく散策していくこととしましょう。読売ランドへは自家用車でなければ小田急線か京王線の読売ランド前駅からの移動が基本となります。今回は京王線からロープウェイを使って向かいました。駅のホームからは昔使われていたパラシュートタワーが見えています。詳細については後ほど触れますが、あの塔の下にもかつてモノレールのスキー場駅が位置していました。ロープウェイは京王線の駅から道路を渡ってすぐに位置しています。このロープウェイ、
正しくはスカイシャトルという名称があります。かつては画像の先に位置する山の山頂までスカイロードと呼ばれる動く歩道がその代わりを担っていました。京王線の開業を後追いする形で京王読売ランド駅前から現在の読売ジャイアンツ球場位置まで開業。200メートルの区間を6分で結んでいました。現在はこのロープウェイスカイシャトルが正門位置まで直接接続していますが、かつてはこのスカイロードで山頂まで移動し、山頂に位置していた読売ランドモノレールのスキー場駅からモノレールに乗車。当時はスカイロード駅と呼ばれていた当駅から読売ランドの各施設に移動するという形態をとっていました。さて、山頂に到達したスカイシャトルは読売ランドの上空を遊覧しながら正門付近を目指し進んでいきます。スカイシャトルからは読売ランドを一望できるため、同様にモノレールルートや駅の位置を確認することもできます。現地へ向かわれる方は当動画でその位置を確認していただければ、廃線跡巡りとしても読売ランドを楽しむことができるのではないかと思います。読売ランドに到着しました。まずはメイン駅であった読売ランド駅の跡地に向かいましょう。この跡地、現在は読売ランド経由病院となっていますが、外観から見るのであればランド内外どちらからでも近くまで行くことができます。名前の通り、読売ランドモノレールの中心駅と目されるのがこの読売ランド駅。モノレール廃線後はサーキットギャングというゴーカートの乗り場に使用されていましたが、同病院の建設のため2003年に営業終了。モノレールの廃線跡とともにその姿を消しました。この駅跡地を廃線ルート散策の出発点として以降読売ランドモノレールのルートをたどっていきます。読売ランド駅を出たモノレールルートは現在の正門近くを通過し、駐車場駅へ向かうこととなりますが、まずはこの駅間のルートの現在の様子を見に行きましょう。なお、この区間の廃線ルートは読売ランドと外の敷地の外側の境界線付近に位置しています。ランド内の観覧車からもこの区間を見ることができますので、こちらも参考として後ほど掲載します。ご覧いただいている画像の中心付近が読売ランド駅を出た後のモノレールの軌道が設置されていた場所。正門側には当時のルートを匂わしてくれるのり面が残されていて、のり面の真ん中の段差の部分に支柱が設置されていました。この位置の画像が編集室にありましたので、比較画像として示します。のり面下の駐車場から見た画像との比較で、左上の写真にはモノレールの軌道が確認できます。ルートはその後、丘の湯の脇をかすめつつ、現在の正門付近を通過していきます。この丘の湯について、もともとは読売ゴルフパブリックコースのクラブハウスとして使用されていた建物。その後、読売ランドセンター等の用途を介して、現在は丘の湯プラザとして利用されている歴史的な建物となっています。話がそれましたが、モノレールルートは画像の位置のちょうど中心部付近を通過する線形をとっていました。モノレールの軌道が通過していた位置は、現在、読売クリニックモールが建てられています。この後のルート上にも、立体駐車場が新設されており、当時の面影を想像することも難しくなっています。が、両建造物の間の区間に位置する平地の駐車場には、今回の散策で1カ所目となる、モノレールルートの痕跡が確認できる場所があります。モノレールの支柱は駐車場内に点々と設置されていたのですが、撤去後は掘り返した部分のアスファルトを補修する作業が発生します。
この補修跡が当駐車場内には残っているのです。さて、現在の立体駐車場の位置を通過した読売ランドモノレールは、次駅となる駐車場駅に至ります。駐車場駅は、読んで字のごとく、読売ランド来園者用の駐車場に配置されていた駅。現在でいうところのグッジョバの日産地区の駐車場側に配置されていました。サーキットギャングから撮影した周辺の画像がありますので、参考として示します。駅を出たモノレールルートはその後、画像に映る老人ホーム、読売ランド花ハウスを突き抜ける位置で進んでいき、さらに次駅となる音楽堂駅を目指しました。この間の区間にも、先ほどと同様に支柱撤去後のアスファルト補修跡を見つけました。20から25メートル前後の一定間隔で補修跡が続いていることから、モノレールの支柱跡で間違いありません。ちなみに読売ランドのモノレールは、同時期に開業した名鉄ラインパークモノレールや東京モノレールに比べ、かなり小ぶりなモノレールとして建設されました。ドイツから技術移入した当初のモノレールでは、軌道桁の幅が 800mm を基本としていましたが、読売ランドモノレールでは、これが 600mm となっています。現在、国内で主流となっている日本標準規格のモノレールでは、軌道桁の幅が 850mm となっていることから、小規模サイズのモノレールとして当初より建設が実施されたことがわかります。話を戻しますが、モノレールが現役時は、このような風景を見ることができたはずです。さらに歩みを進め、音楽堂駅を目指していきましょう。読売ゴルフガーデン脇を越えると、介護・老人保健施設、読売ランドケアセンターが見えてきます。モノレールの廃線跡は、このセンター建設に並行して撤去が実施されました。つまり、この建物の位置にレールがあったわけではなく、建物のそばすれすれにモノレールのレールが敷かれていました。モノレールのレールは、このケアセンターの東側末端部近くで、画像に映っている道路をまたぎ、左手に見えるサッカー場の脇をかすめつつ、音楽堂駅に至るルートとなっていました。なお、音楽堂駅は後に、サッカー場駅と駅名を変更しています。こちらが、旧音楽堂駅があった位置となっていて、右手には、同モノレールでは唯一となる、車庫が配置されていました。こうして見ると、小型とはいえ、モノレールが巨大な建造物であったことがよくわかります。なお、こちらが駅を支えていた支柱の撤去跡。他に比べてアスファルトが盛り上がっているのは、地下に残された支柱、つまりコンクリートが土台となり、沈下を防いでいることに起因しているのでしょう。手前のアスファルトが盛り下がっているのは、あるいはトラック塔の通過及び停車で、アスファルトに負荷がかかって下がっている可能性もあります。が、支柱自体は実際にこの場所に過去存在しました。音楽堂駅を後にし、ルートの散策を続けましょう。画像の位置には、読売ランドモノレールでは唯一となる分岐器が設置されていました。設置されていた分岐器は、日立製作所の HAW17G-B タイプ。記録上、間接可動式分岐器として、おそらく日本で初めて採用された事例であると記憶しています。読売ランドモノレールの分岐器は、本線と車庫線の2差分岐器と思われがちですが、ここに採用された分岐器は3差のものとなっていました。一番右手は、将来の車庫線増備用となっていましたが、ご存知の通り、車庫線が増設されることはありませんでした。間接可動式分岐器の説明はマニアックになってしまうため詳細は割愛しますが、簡単に言うと、基本骨格の桁と案内及び安定面板が独立して動くことで、
スムーズな乗り心地を提供できる画期的なシステムとして世に登場した分岐器のことです。日立製作所の技術陣のおかげで我々はこの分岐器の乗り心地しか知りませんが、世界的にはこの技術は普通ではありません。逆を返すと、モノレールという交通システムではこの分岐器というシステムをどのように作るかというのが難題で、同システムの普及の妨げになったことは言うまでもありませんが、止まらなくなるので今回分岐器の話はここで終了します。次もモノレール移行についての紹介。ここまでうだうだ言ってましたが、この先にも読売ランドモノレールの分岐器に併設する入れ替え用の信号機が移行として残っています。こちらがその信号機。草が多い茂ってしまい、もともとが何であったのかよくわからない状況になっています。しかし裾から見上げるとかすかに信号機であった痕跡を伺うことができます。こちらはモノレールが運行していた当時、先ほど紹介した分岐器で車庫線と本線の入れ替えを行った信号機の移行です。長い年月が経ってしまいましたが、現役当時の状況を伝える貴重な移行となっています。雑な作画で大変申し訳ありませんが、参考としてこちらに信号機の形状を図として示します。上が入れ替え信号、下が進路表示用となっていると推察されます。さて、モノレールの廃線ルートはこの先、並行する歩道が途切れています。このため、我々は迂回し、次の主要構造物となるモノレールの第一橋梁が見える花火寄りまで移動することにしました。この先には大きな谷が位置していて、迂回を行うにしてもそれなりの距離を移動することとなります。現地を散策される場合は熱中症対策などに十分留意願います。こちらは迂回の途中で見えた丘の上に位置する読売ランドとモノレールが通っていたルート。橋梁が撤去された後はいよいよ当時の様子を想像することが難しくなったと感じます。モノレールの営業時はきっとこんな風に見えていたことでしょう。山のふもとを大きく回り込み、読売 V 通りから山頂を目指します。迂回ルートを登りきるとモノレールのスキー場駅近くに到達します。画像の左手に見えるのり面の上段にかつてモノレールのルートが存在しました。画像中央に見えているのはかつてのパラシュートタワーの遺構となっています。現在の読売ジャイアンツ球場入り口付近を通過したモノレールルートはその後スキー場駅に到達しました。スキー場駅という駅名はかつてこの地に読売スキーセンターやスキージャンプ台の読売シャンチェがあったことに由来します。両施設とも現在は存在しませんが、スキージャンプ台に使用されていた塔はその後パラシュートタワーとして使用されました。現在はこの付近に花火寄りの入り口が配置されています。花火寄りとは読売ランドのスーパー遊園地構想の第1弾として企画されたエリアで、その名の通り花をテーマとした地区となっています。昔はこの地区の付近からも配線軌道を観察することができましたが、現在地区内の軌道はすでに撤去されています。こちらが地区の奥手にあるモノレールの第一橋梁跡を見ることができる高台。現在は緑一色となっていますが、かつてはここにモノレール用の橋梁が設置されていました。軌道ルートはこういった線形。当時のモノレールの様子を重ね合わせるとこういったイメージになります。
本当に手の届きそうな位置に見えていたのですが、今となっては記憶の中の話となってしまいました。さて、この第1橋梁の向こう岸は読売ランドモノレールのルートでは唯一の切り読区間となっていました。現役当時はこの形状もしっかり見えていたはずですが、現在は木が成長してしまい見ることはできないようです。参考として付近の様子をズームアップして表示します。さて、この花火よりの敷地からは読売ジャイアンツ球場も見ることができるのですが、この位置からもかつてモノレールの第2橋梁跡を見ることができました。それがこちらの位置。球場のバックスクリーン位置にかつてモノレールの軌道が存在したのですが、現在では撤去が完了しており、現存はしていません。第1橋梁と第2橋梁とが読売ランドモノレールとしては最後まで構造物として唯一残っていたのですが、残念ながら2007年頃に撤去が完了してしまいました。スキー場駅を出たモノレールルートは現在の花火よりの駐車場の右手をかわし、画像に映る釈迦如来殿を右手で越え、スタート位置となる読売ランド駅に戻ってきます。読売ランドは一部仏教をテーマとしたテーマパークでもあり、モノレールルートもこの一角を裏手でかわす線形を有していました。ルートは一周し、読売ランド駅に到着しました。ビルとモノレールの駅舎とが一体となった特殊構造物として、よく姫路モノレールが例に挙げられますが、実は読売ランド駅も一体型駅の一例に入ります。画像に映るのは姫路市営モノレールとビル一体型駅として建設された大将軍駅の様子。姫路モノレールは1966年に開業したのですが、読売ランドモノレールの開業は実はこの2年前の1964年となります。大将軍駅の構造は廃線マニアの間ではあまりにも有名ですが、人知れず読売ランドモノレールの読売ランド駅がこのレジェンドであったことは意外と知られていません。ビル一体型駅の開業は読売ランドモノレールが日本、ひいては世界初の例であったのです。実際は少し奥手となりますが、当時の読売ランド駅はこのような構造およびイメージでした。さて、ここまで読売ランドモノレールの廃線ルートを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。廃線が1978年と古いこともあり、残された資料が少ないことも読売ランドモノレールの特徴と言えます。読売ランドモノレールは同年代に開業した犬山モノレール、東京モノレールと並んで現在のモノレール大国日本を作った路線の一つと言えます。読売ランドへ行く機会がありましたら、読売ランドモノレールのルートを思い浮かべていただけると、また違った楽しみ方ができるかもしれません。今回の動画作成においては、数少ない資料から前調べを実施、これまでで最も多く現地訪問を行った良い思い出となりました。当室では引き続き、国内におけるモノレール延伸計画、廃線、未成線について調査を行っていく予定です。よろしければチャンネル登録とグッド評価をいただけると励みになります。何卒よろしくお願い申し上げます。それでは、今回の動画はここまで。また機会ありましたらお付き合いいただけると幸いです。さようなら。